はドラゴンの48分の1マスターシリーズメッサーシュミット 262A1AUFO の仮組みを行います。ドラゴン、香港の？ドラゴンは香港にあるプラモメーカー。日本でも同社のプラモデルが多く流通しているので知ってる人も多いのではないかな。 AFV の方が有名かしら？昔長谷川と提携してましたよね。今はプラッツでしたっけ？それでマスターシリーズってのは何？実はこのキット日本メーカーの金型を引き取って販売してるんだ。そうなのですね。静岡にあったプラモデルメーカートライマスターの金型を使ってるんだ。トライマスターから取ってマスターシリーズってしてるのかしら？多分そうだと思うけどそこは確証なしです。トライマスターに関して少し語ると1980年代後半に突如誕生したメーカーでドイツ機のみ17種類のキットを世に放ち1990年代前半には消えていった幻のメーカー。ドイツ機のみで17種類？最後はライトスタッフというメーカーになって飛燕を販売したのかな。正気や96艦船も予定されてたみたい。知る人ぞ知る感じですね。マニアックな機体が多くドイツ機ファンから歓迎されたんだけど問題は価格にあった。お高かったのですね。そうです。内容が豪華なので当然高くなる。普通であればディテールアップ用に別購入するエッティングパーツやホワイトメタルパーツが最初から入っていてタイヤにもゴムパーツが使われていた豪華仕様。箱なんかもシュリンクされていて中身の確認なんかできなかった。すごい内容ですね。中学生だったアプ主は当然買えなかった。模型店主のいるカウンターの上棚に並んでいて手に取ることさえもできなかったキット。それがドラゴンから出ているので。そうなのだ。このキットはいつ頃出たキットなのでしょうか？トライマスターが販売したのは1989年。1994年にはドラゴンから出ている。この機体は他メーカーからも出ているの？と、その前に機体説明を簡単にしないと。そうですね、お願いします。メッサーシュミット262は世界初の実戦配備および実戦を行ったジェット機。でも最初は戦闘爆撃機として使われた。戦闘爆撃機が好きなあの方のひらめきですね。その実験回収機にあたるのがこの機体。見てもらえばわかると思うけど。はい、なんか出てますよね。これが 50mm 機関砲らしい。機関砲といってもほぼ 50mm 戦車砲。3号戦車の主砲ってことですよね。自動化された戦車砲で高高度を飛ぶ大型爆撃機を目標としていたみたい。当然そうなりますよね。では他メーカーの話に戻します。今回はメッサーシュミット262の実験回収機なので同じ型式のキットに絞って紹介する。お願いします。先に紹介したように1989年にトライマスターから発売されている。そして1994年に同金型のキットがドラゴンから販売された。これにはホワイトメタルパーツはつかない。ここまではおさらいね。月日は流れて2010年にホビーボスから新規金型で発売された。さらにトライマスターの金型でサイバーホビーからも同じ年に発売された。サイバーホビーはドラゴンの別ブランドね。そうです。結局ほとんどがトライマスターの金型ね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは大量に押しかける米洋型爆撃機の B24 の編隊上空を飛ぶメッサーシュミット 262A1AUFO なのだ。この機体実戦に投入されたの？実戦テストがされていたみたいね。ちなみに2機作られたみたい。トライマスターの時は完成写真なのね。整備員のおまけパーツがあるみたいなのでちょっとしたジオラマ風景となっていた。では中身を見ていく。グレーのランナーが6枚。透明パーツが1枚。エッチングパーツが2枚。ゴムパーツが1枚。デカールは1種類。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは1種類。機体番号 V083 のマーキングとなるのだ。なるほど。部品点数は使わないパーツも入れると130点。大ボリュームなパーツ構成ね。エッチングパーツも31点。エッチングパーツだけで先日紹介したドーラよりも点数が多いわね。ではドラゴンの48分の1マスターシリーズメッサーシュミット 262A1AUFO の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。まずはケーキと操作パネルから。パネルはすべてモールド表現。
細かく塗り分ける必要がありますね。次は座席シート。パーツ3点で座席を構成してて、エッジング4点でシートベルトを構成してる。ここも細かい作りですね。で、操縦席なんだけど、エッジング含めて18パーツ構成。仮組みなのでエッジングは割愛ね。この他にも胴体の内側に接着する部品もあるのね。操縦席だけでも大変。次に 50mm 機関砲部分。メンテナンスハッチを開くこともできるので、 50mm 機関砲部分は全部で11パーツ。胴体に組み込んだ後に砲部分を組み立てます。弾丸パーツまであるのですね。そしてエンジン部分、総発ジェットエンジンとなるので2組作る。それぞれ8パーツずつね。この後主翼に吊り下げるのだ。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。胴体は左右分割で、操縦席と機関砲部分を挟み込んで接着。塗装後に接着が望ましいかな。操縦席で少し触れましたが、胴体内部にいくつかパーツを接着ね。胴体のモールドは筋彫り用モールド。少し浅めかな。手間だけど彫り込んだ方がいいかも。次は主翼ですね。主翼は上下張り合わせで3パーツ構成。こちらも筋彫り用モールドですね。こちらも彫り直した方が良さそうね。次に主脚庫を作る必要があるのでこちらを進める。なるほど。主脚庫は主翼に組み込む。エッジングパーツ含め11パーツとなる。エッジングは瞬着で接着ね。最後に垂直、水平尾翼。垂直尾翼のラダーが別パーツとなっていて、水平尾翼はそれぞれ1パーツずつで胴体に差し込む。ここら辺は簡単ね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。分割キャノピーとなっているので、操縦席の開閉選択が可能。透明度も問題なしね。問題なしです。ただ透明パーツにエッジングパーツを接着しないといけないので、慎重に行った方がいいかも。透明パーツに瞬着を使うのは怖いですしね。ウプ主は怖いのでエポキシ接着剤かな。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚はタイヤとカバートで7パーツ構成。タイヤはゴムパーツね。ホイール部分が別になっているので、この他にも胴体にカバーパーツを接着する。次は前脚なのだ。前脚もタイヤがゴムですね。そうなのだ。全部で7パーツ。ここもカバーを胴体に接着となる。最後は機関砲部分ね。機関砲は3パーツ構成。こちらは差し込む感じとなっている。最後に総評なのだ。今回はドラゴンの48分の1マスターシリーズ、メッサーシュミット 262A1AU4 の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？正直組みやすいとは言えないかなと。特にエッジングパーツの扱いに苦労する。エッジングだけで31点もありますしね。オーモールドは浅い感じなので適宜彫り直した方がいいかも。胴体と主翼などの接着面も補強できるところはした方がいいかな。裏からプラ板とかで補強かしら。それでも組み上がった感じはかっこいいので、苦労して作る価値はあるなと思いました。今はホビーボスもあるので、そちらの方が組みやすいかもね。とはいえトライマスターのキットが今も手に入るのは嬉しいこと。他にも気になる機体もあるので、キットが手に入ればレビューをしてみたいと思った。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。